僕でも農家さんにね、まあ今でも僕それ言葉ありがたかったなと思うんですけど、僕は高値で競りで買ったんですよ。買った後に言われたんですよ、その農家に。お前あの牛買うてくれたんはええけど、あの牛お前評価してるやったらお前肉屋として二流やなって言われて、なんでだろうと思って、でめっちゃ考えたんですよ。で結局僕その時ってやっぱビギナーだったんで、結局ロース芯の大きさ、サシの量、もも抜けみたいなのだけ見て買ってたんですよ。その時に僕ガツンときましたね。でもそれも僕もあります。いっぱい今までいろんなこれセット値段で買うて。バシバシはバシバシねんけど、結局はそれが消費者につながっていかんだから、やっぱあかんなと思って。でもね、稲垣さんそうやって気づかれるじゃないですか。世の中の人ね、気づいてるけど、目を背けてる人もおるし、そもそも課題に気づけない人も多いんで。なんでそこまで見てないんだってことはやっぱやっつけ仕事なんだっていうの結構多いんで、ただ目の前から物がなくなればいいやみたいな。それってでも同じね業務を8時間過ごすじゃないですか、労働って。8時間の過ごし方として物足らんくねえかなと僕は思っちゃうんですよ。よりやっぱ楽しくね充実して密度のある8時間をどうせだったら過ごした方が僕はいいかなと思って、労働って。でも会社となるとね、また考え方はまた違う点もある。会社ですよ、うちも。会社。そのオーラめっちゃ出てますもん。会社。めっちゃ出てます。僕らだけなんか会社じゃないみたいなことはないですよ。いや、その中でもインスタを見る中でもこのオーラがなんか違うなーって思って、会ってみたいなーと思ってすごく思ったよ僕。それがきっかけですもん僕本当に。でも僕からの質問でもいいですか逆に。神戸に来られてみて、もちろんそのね、三重県とやっぱ滋賀県と兵庫県ってやっぱ昔からのその食肉のまあね育成区域と消費の区域、消費はどうかわからないけど育成区域じゃないですか。やっぱ全然こっちの文化が違ってました？違いますね。もう全く違う。やっぱりその見せてもらった牛自体も違ったっていうのもあるし、それと田島の牛かなんか値段の差がもう全然違う。あれでももう3,000円超えるじゃないですか。でこの辺で3,000円超える牛なんてね、もうそんなんあらへんし、見たくれ重視じゃなくて味重視の牛ばっかりやったから、僕の考え方もすごく変わって、一回使ってみたい、食べてみたいっていうのはすごくあった。進め方、その枝を割ってこの相手の買う人に見せて、それもすごくええなって僕は思う。やっぱ買う人から見てみたら分からんけれども、1回目行くのと10回目行くのやったら、その人も10回目行った時は知識ついてくるじゃないですか。そうするともうその割ってもらってバッとこうね、肉が垂れてきて、牛やってその買う側の人も自信持って出せる。せやけどその自信持った牛が罰の場合もあるかもしれへんけど、それは自分が納得して買ったやつやから文句は言えへんのちゃうかなっていう点もあるから、やり方は僕すごくええなって。でその人もインスタとかそういうので上げるんであれば、自分が買った牛をこう動画に撮って自分のインスタに上げていくのも自分が買った牛やでっていうので、その人の付加価値がすごく上がるんちゃうかなって僕すごく思う。なるほど。で札があって作ってくれたじゃないですか、出してくれた。あれもうめちゃめちゃ僕はすごいな。だから卸した時にお客さんにまま札つけて2枚渡して、こういう牛です買ってくださいって言ったら、その買ってくれた人もええわってすごく納得してくれるんですよ。けどこの牛は普段のこの身がグッと締まっとるやつだけでちょっと肉性は弱いよみたいな。せやけど食べたら美味しいお肉ですよっていう言い方ができて、札があるとなんか僕の付加価値も勝手に上がりますよね。いやでもそうやってもらったら売る側としてもだけど。ちなみに神戸のことを渡辺さんにも聞いていいですか？全然。どうでした？今振り返ってみて。初めて田島の牛を食べて、あんなサシが入ってるのにくどくない、ああいうものを使ってカルビでも自信を持ってお客さんに勧めるんじゃないかなと。それが言える。でもね僕が消費者側にね立つ場面もあるじゃないですか。皆さんそうじゃないですか。飲食ってで飲食店に行ってた時に、お店の人がどれぐらいのその物差し持ってるかっていうのもよるんですけど、これがただ例えばじゃあ稲垣さんでもそうだし、この前言った丸安の吉田君でもそうだし、これめっちゃ美味しいから食べてって言われたら、僕それだけでもう絶対美味しいの確定してるでしょって思うから食べたくなるんですよね。だからお店の方たちがそうやって自信持ってこれ進めたいって思ってもらえる、何かその心の芯じゃないですけど、ビジネスの芯、商売の芯っていうのを持ってもらえる
かどうかって僕は確かに会いたいとか皆さんに見てもらいましたけど、すごく僕は大事にしてるところなんですよ。あなた方は胸を張れるものを持っていただいたんで、どんどんお客さんに出してあげてください。なんとなしね、これでいいんでしょみたいな出し方はされたくないんで、やっぱり。牛屋としてもやっぱしこの会いたいでとかこう売る時に牛こういうのでよかったよとか言われると、そこを重点的に育てようかなとか。今の話で言うと松阪牛もその銘柄の牛っていうのはいろいろいますけど、その中でもやっぱしっかり買い込んでる松阪牛美味しいんですよ。その僕らから言わしてもいい買い方してるな、使用管理ちゃんとしてるなっていうのもあって、だけどその銘柄っていうのが先行しちゃうと、その後からその銘柄について入ってくる業者さんもよっていて、そうするとその質感がいろいろぶれる。松阪牛っていうだけでも、ここらの地域でいうとそこらの牛と一緒やろっていうのが出てきちゃうから、もうちょっと地域的なこうしっかりコンセプト持ってっていうのはやってほしいなと。牛に罪はないという前提で言いますけど、結局ね、そのブランド牛とされるものが、もちろんねいいものであるという前提で話しますけど、ブランド牛というものが消費者にあまりいい印象で取られないパターンっていうのもやっぱあって、結局ブランドを先行して PR するけども、食べました、金額はそれなりにします、でも別に食べてもそんなに、っていう悪い印象がめちゃくちゃやっぱりついちゃうじゃないですか、それが。で食べた感覚実感と払う時の感覚っていうのにギャップがあると、その金額先行のギャップがあると、もういいわってなるじゃないですか。これ逆だったらいいんですよ。肉の味めっちゃ高いけど金額これだったら、こっちのギャップはあればあるほどいいんですけど、やっぱり僕金額よりも味やクオリティっていうのがやっぱり上回ってほしいなと思うんで、だからね、そういう詩に当たっちゃうとどうしてもね、人って面白いんですよ。理性が働くんで。飲食を伴う場面のやっぱ人の理性ってお金なんですよね。そうだけども、そのお金のこの理性をね超えてくるぐらい本能に刺さるね、味のあるね肉っていうのになると、これね覆るんですよ。お金が溶けた、安かったって感覚になるから、やっぱ理性をね、本能が理性を超えるほどにやっぱ肉の味っていうものが訴求してくるやつっていうのは、やっぱ消費者の心を動かしますよね、やっぱり。この間連れてってもらったとこね、あそこはすごく思いました。そうロースを食べていて、うわもうロースみたいに食えへんってお互い思っとったけど、行ったら食えるな、結構食えたらあれな。常にそこね、田島のロースがだいたい6種類から8種類あるんですよ。そうなんですよ。それをどういう管理しとんのか、僕それ知りたいんですよ。僕が言わすと、田島牛はちょっと違う牛やなっていう考えはあるんですよ。違う。その飼い方も松坂の人とかと喋ると、もう全然飼い方違うから、その利益どうのっていう話じゃなく、それこそこういう牛が育てたい、こういう牛が食べてもらいたいっていう人が飼ってる。松坂の人は田島飼ってるのは夢やロマンですよね。理想ですよね、あれは。それを夢やロマンを自分の趣味とは言わんけど、それを叶えるために通常の牛をしっかり売る、頑張って作るっていうのはありますね、やっぱり。それがあるからできるっていうのがあって、あの人らのすごいのは、牛見てこの牛出来上がったなっていうのは自分の判断で、僕らは何ヶ月っていうので決めるじゃないですか。もうあの人らはこう見て、これ出来上がったなが60ヶ月でもう買ってるんですよ。食い続けるまで置くんですよ。枯れないとみたいなね。朝行ったら餌残っとるなっていうのがそろそろ出荷サインみたいな感じがあるんで。地域のものを使ったらそれがイコールすぐに売れるっていうことではないと思うんですけど、地域のものをねしっかり使っていくと、いろんなことがそれをやっぱ取り巻いていってエネルギーがねやっぱ倍増していくんで、僕そういう意味で地産地消っていうのはいいなと思うんですね、やっぱり。僕もね。僕でももうその稲垣さんの話が来た時にやろうって思ったのは、もう食べてる顔が全然見れないんで、牛屋さんどこに売ってんのやろうっていうのが分かんなくて、で売り先に聞いても教えてくれない。やっぱ大手に売ると稲垣さんのとこに出させてもらうと僕も食べに行けるし、その隣のお客さんが美味しいとか言ってる顔も見れるし、
でも見えるしって言うけど、はい、そうじゃなかった反応来たらめっちゃ怖くないですか？もしそうそれもちろんそれ作ってる側がしたらそれ言ってもらうのが一番理想ですけど、はい、そうじゃないことをその努力僕めっちゃしますよ。そうなんですけどでもねみんな美味しいって言ってくれるんですよおそらく。だけども行く前の車の道中ね加藤さんぐらいになると不安もよぎるんですよ。どうしようでもないと思うけどそんなこと言われたらどうしようっていうのよぎるから。まあでもそれはもう初めの時にあるかもしれへん。次回につなげる。あれ怖いと思う俺絶対。僕だから農家絶対向かないですよ気がちっちゃいから。メンタルこう見えてめちゃくちゃ脆いんで僕。そうすぐくよくよするんですよ。絶対嘘や。ほんとマジで。最後に僕はもう今回花房さんとこういった知り合うことができて。今まで仕入れられなかったお肉が仕入れられてええかなってすごく僕は思います。安くよろしくお願いします。今まで手に入らんだ松阪牛でもしあげるとするんであれば、特産であげるとするんであればこの特産の何々のお肉がもし欲しいってなった場合があったとした時に信頼できる人にこれええと思いますよっていう言葉があるだけで僕はお互いがねこういう信頼がないとやっぱりそういうのを買い付けるっていうこともできやんと思うし値段だけでね買うんやったらどこでも買えるかなと僕は思うし、すごくそれが僕は今回こう知り合ってありがたいなってすごく思ってます。光栄です。生産者の牛屋としてずっとやってきてますけど、いろいろな肉屋さんとの交流も持たせていただいて稲垣さんとももう3年になりますけど、やっぱその話も全然違うとこから肉のこう質とかこういう売り方とかいうのを聞いたりすると牛を飼ってる中でやっぱし中身のこういう牛を作ろうとかこういう餌を食べさせた方が受けるんじゃないか美味しいんじゃないかとかいうのの考えは出てきました。農家で牛飼ってると私牛ばっか見てるんでその健康状態とか美味しい牛をっていうのはもう絶対あるんですけど自分の中で思ってる美味しい牛とやっぱりその世間の声とかも聞きながらこれからも頑張っていきたいと思ってます。だけどやっぱしこの話をやっぱしこう、みんなでこう喋ってる中ではやっぱし知らなくていいとは思わないですよね。いやでもね不都合な真実ってたくさんあるね。いや不都合な真実あるんですよ本当に。僕稲垣さんと知り合ってまだ1ヶ月なんですけど最初、ね、いろいろやり取りさせてもらってやっぱ四日市からまた怖い人来るんじゃないかなと思って怯えてたんですけどすごくいまだにやっぱ探求とかされててすごいなやっぱこの人と思ってもう業界自体はすごい長いんで、僕が教わることが多いのかなと思ったら全く逆でいろいろ教えてくださいって来られたんでそこに関しては僕もやっぱ見習ってこれから自分より若い人たちにもやっぱり教えを超えるような大人になりたいなとやっぱ思いましたし、あとはね肉屋として自分ごとにはなるんですけどもねやっぱり今のお肉業界って結構皆さん販売っていうところで言うと現状だったりとか目先だったりとかっていうのの処置をするような販売っていうのが多いんですけど、僕はどっちかというと理想論ですけどやっぱり相手さんやっぱ我々のことを少しでもやっぱ信じてくださるユーザーさんの未来予想図をね一緒に描いていってもらってその人の人生がやっぱり豊かになれば一番いいなと思うんでそれを僕らはサポートできるやっぱり卸屋になるべきかなとやっぱ最近やっぱよく思いますしね従業員にもやっぱよく言ってますしそういう話は、農家さんにも言うんでこの業界は不都合な真実との向き合い方なのかなとは思う部分が大きいんでいろいろ今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。僕は自信を持ってお客さんに勧めれるお肉っていうのを提供していきたいっていうのと、そのために技術をこれからも、稲垣さんのところで学んでいきたいと思っています。技術ってそんなにあらへんと思う、でも本当に食べたら分かるもん。自分が切ったやつ食べてこうしたら熱い方がええな薄い方がええなでもこうやって普通に切っていってここ切っていって急に硬いな食べてみようとしたらすぐ分かるもん。口では教えれるけど僕らも大概食べてきたから
の簡単と僕はそうやって思う僕は食べたらすぐ答えが出るんで。以上です。今回は、ここから小田井さん、生産者の、ファーマーズウィッシュさん、加藤さん、そして、渡辺君と、僕と4人の対談になりました。今日もどうもありがとうございます。株式会社稲垣では飲食店向けの卸販売と他では教えてくれない仕入れやお店作りのアドバイスをさせていただいております。 LINE 公式アカウントで登録していただくとサービスの内容がご覧いただけますので、この機会にぜひお友達追加の方をよろしくお願いします。人からの悪口は別にエネルギーに変換できるんで、もういいんですけど、僕はそれはただ素直な意見で否定されたらショックで立ち直れんくなるマジで。なるわね。